皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。日本語を勉強している皆さんと一緒に、今日も日本の文化について楽しく学んでいきたいと思います。以前、日本の温泉についてお話ししたとき、別府に留学に来ている方から、温泉の入り方やルールを教えてくださいというコメントをいただきました。リクエストありがとうございます。そこで今回は温泉に行くときの基本的なルールやマナーを紹介します。そして次回のエピソードでは別府ならではのローカルな温泉ルール、いわゆる地元線のマナーについてお話ししたいと思います。温泉って日本の素敵な文化ですよね。でも初めて行くとどうやって入ればいいの？マナーとかあるの？って不安になる人も多いのではないでしょうか。そこで今日は初めて温泉に行く方も安心できるように温泉を楽しむためのルールを11個わかりやすくお伝えしていきますね。では早速行きましょう。1個目は服を着たまま入らないです。服を着たまま温泉に入ってはいけません。温泉では裸で入るのがルールです。なので水着やタオルをつけたまま入ることはできません。テレビみたいにタオルで体を隠して入りたい人もいるかもしれませんが、基本は裸で入ります。例外として水着 OK の温泉もありますが少ないです。脱衣所で全部の服を脱いでロッカーやカゴに入れましょう。脱衣所とは服を脱いだり着替えたりする場所のことです。脱衣所に鍵付きのロッカーがない場合、貴重品、お財布やスマートフォンを預ける専用の場所があることが多いです。貴重品は専用のロッカーに預けると安心ですよ。できるだけ荷物を減らして温泉に行くのをおすすめします。2個目は温泉に入る前に水を飲もうです。温泉に入る前には水を飲みましょう。温泉ではたくさん汗をかくので飲まないで入ると血の流れが悪くなり倒れてしまうことがあります。スポーツドリンクやジュースでも OK ですが、体に負担がかかるお酒はやめた方がいいです。3個目は走らないです。温泉では走らないでください。温泉の床は濡れていて滑りやすいので転ぶととても危ないです。走ると転んでしまうことがあるので、ゆっくり気をつけて歩きましょう。4個目は体を洗ってから入るです。温泉に入る前に体を洗いましょう。シャワーや洗い場で石鹸を使って体と髪を洗ってください。これは温泉を清潔に保つための大切なマナーです。また、かけ湯をしてから入ることも忘れずに。かけ湯とは温泉に入る前に体にお湯をかけることです。急に熱いお湯に入ると体がびっくりし、血圧が急に変わることがあります。なので、早く入りたいという気持ちをぐっとこらえて、まずはお湯で体を慣らしてから温泉に入るようにしましょう。ちなみにシャワーをするときは他のお客さんに水がかからないように気をつけましょう。5個目は髪が長い人はまとめるです。髪がお湯に入らないようにしましょう。髪が長い人はヘアゴムで結ぶかタオルで巻くといいですよ。
6個目はタオルを湯船に入れないです。タオルは温泉のお湯に入れないようにしましょう。体を拭くタオルを温泉のお湯につけるのは NG です。タオルの繊維で温泉の成分が変わってしまうことがあるからです。また衛生面でも良くないので、タオルは洗い場の荷物置き場に置くか、温泉の外に置くか、もしくは頭の上に乗せておくといいですね。落とさないように気をつけてくださいね。7個目は泳がない、大声で騒がないです。温泉の中では泳がないでください。温泉はプールではありません。飛び込んだり、水をバシャバシャさせたりするのは NG です。また、大声で騒いだりしないようにしましょう。温泉はみんながリラックスする場所です。おしゃべりは OK ですが、声は控えめにして落ち着いて入りましょう。8個目は長湯しすぎないです。温泉に長く入りすぎないようにしましょう。温泉は気持ちいいので、つい長く入りたくなります。ですが、長く入りすぎると、のぼせることがあります。のぼせるとは、熱いお湯に長く入っていると、体が熱すぎて気分が悪くなったり、めまいがしたりすることです。最初は5分から10分くらいにして休憩をしながら入るのがおすすめですよ。9個目はお酒を飲んだ後は入らないです。お酒を飲んだ後に温泉に入らないでください。お酒を飲んだ後の入浴は心臓に負担がかかるので危険です。もし飲むなら温泉を出た後にしましょう。その方がもっと美味しく感じますよ。10個目は体を拭いてから脱衣所へです。温泉から出るときはしっかり体を拭いてから脱衣所に行きましょう。びしょびしょのままだと床が濡れて他の人が滑ってしまうこともあります。タオルでしっかりと拭いてから出るようにしましょう。もしタオルが濡れているときは絞ってから使いましょう。絞るとはタオルをぎゅっと押してタオルの中の水を取り出すことです。またはタオルを2枚持っていき、1枚は荷物置き場に置いておくのもいいですね。もしくはタオルが濡れないように気をつけて持つのもいいですね。11個目はタトゥーは要確認です。タトゥーがある人は注意が必要です。日本の温泉ではタトゥー NG のところが多いです。でも中には OK の温泉もあります。タトゥーがある場合は事前に確認してから行くようにしましょう。そして最後に温泉に入った後の楽しみといえばお風呂上がりの一杯です。冷たい牛乳やビールは最高です。温泉の後にはぜひ牛乳やビールを飲んでみてください。温まった体に冷たい牛乳やビール最高ですよ。11個のルールおさらいするとこんな感じです。1、服を着たまま入らない。2、入浴前に水を飲む。3、走らない。4、体を洗ってから入る。5、髪が長い人はまとめる。6、タオルを湯船に入れない。7、泳がない、大声で騒がない。8、長湯しすぎない。9、お酒を飲んだ後は入らない。10、体を拭いてから脱衣所へ。
11、タトゥーは要確認。以上、温泉に入る時のルール11個です。でもちょっと待って、11個もルール覚えるの大変と思ったそこのあなた、大丈夫ですよ。たくさんルールがありますが、覚えきれなくても大丈夫です。そんな時は温泉に慣れているお風呂マスターの真似をしてみましょう。温泉の達人のような人を見つけて、その動きを参考にするといいですよ。周りの人の動きを観察して、さりげなく真似してみてくださいね。さあ、これで温泉のマナーはバッチリです。あとは思いっきり楽しむだけです。ルールを守って、皆さんも日本の温泉で素敵な思い出を作ってくださいね。それでは今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。次回は別府温泉のローカルルールについてお話しします。どんなルールがあるのか楽しみにしていてくださいね。次回の動画でもお会いできることを楽しみにしております。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。日本語を勉強している皆さんと一緒に今日も日本の文化について楽しく学んでいきたいと思います。以前、日本の温泉についてお話ししたとき、別府に留学に来ている方から温泉の入り方やルールを教えてくださいというコメントをいただきました。リクエストありがとうございます。そこで今回は温泉に行くときの基本的なルールやマナーを紹介します。そして次回のエピソードでは別府ならではのローカルな温泉ルール、いわゆる地元線のマナーについてお話ししたいと思います。温泉って日本の素敵な文化ですよね。でも初めて行くとどうやって入ればいいの？マナーとかあるの？って不安になる人も多いのではないでしょうか。そこで今日は初めて温泉に行く方も安心できるように温泉を楽しむためのルールを11個わかりやすくお伝えしていきますね。では早速行きましょう。1個目は服を着たまま入らないです。服を着たまま温泉に入ってはいけません。温泉では裸で入るのがルールです。なので水着やタオルをつけたまま入ることはできません。テレビみたいにタオルで体を隠して入りたい人もいるかもしれませんが、基本は裸で入ります。例外として水着 OK の温泉もありますが少ないです。脱衣所で全部の服を脱いでロッカーやカゴに入れましょう。脱衣所とは服を脱いだり着替えたりする場所のことです。脱衣所に鍵付きのロッカーがない場合、貴重品、お財布やスマートフォンを預ける専用の場所があることが多いです。貴重品は専用のロッカーに預けると安心ですよ。できるだけ荷物を減らして温泉に行くのをおすすめします。2個目は温泉に入る前に水を飲もうです。温泉に入る前には水を飲みましょう。温泉ではたくさん汗をかくので飲まないで入ると血の流れが悪くなり倒れてしまうことがあります。スポーツドリンクやジュースでも OK ですが、
体に負担がかかるお酒はやめた方がいいです。3個目は走らないです。温泉では走らないでください。温泉の床は濡れていて滑りやすいので、転ぶととても危ないです。走ると転んでしまうことがあるので、ゆっくり気をつけて歩きましょう。4個目は体を洗ってから入るです。温泉に入る前に体を洗いましょう。シャワーや洗い場で石鹸を使って体と髪を洗ってください。これは温泉を清潔に保つための大切なマナーです。また、かけ湯をしてから入ることも忘れずに。かけ湯とは温泉に入る前に体にお湯をかけることです。急に熱いお湯に入ると体がびっくりし、血圧が急に変わることがあります。なので、早く入りたいという気持ちをぐっとこらえて、まずはお湯で体を慣らしてから温泉に入るようにしましょう。ちなみにシャワーをするときは他のお客さんに水がかからないように気をつけましょう。5個目は髪が長い人はまとめるです。髪がお湯に入らないようにしましょう。髪が長い人はヘアゴムで結ぶかタオルで巻くといいですよ。6個目はタオルを湯船に入れないです。タオルは温泉のお湯に入れないようにしましょう。体を拭くタオルを温泉のお湯につけるのは NG です。タオルの繊維で温泉の成分が変わってしまうことがあるからです。また衛生面でも良くないので、タオルは洗い場の荷物置き場に置くか、温泉の外に置くか、もしくは頭の上に乗せておくといいですね。落とさないように気をつけてくださいね。7個目は泳がない、大声で騒がないです。温泉の中では泳がないでください。温泉はプールではありません。飛び込んだり、水をバシャバシャさせたりするのは NG です。また、大声で騒いだりしないようにしましょう。温泉はみんながリラックスする場所です。おしゃべりは OK ですが、声は控えめにして落ち着いて入りましょう。8個目は長湯しすぎないです。温泉に長く入りすぎないようにしましょう。温泉は気持ちいいので、つい長く入りたくなります。ですが、長く入りすぎると、のぼせることがあります。のぼせるとは、熱いお湯に長く入っていると、体が熱すぎて気分が悪くなったり、めまいがしたりすることです。最初は5分から10分くらいにして休憩をしながら入るのがおすすめですよ。9個目はお酒を飲んだ後は入らないです。お酒を飲んだ後に温泉に入らないでください。お酒を飲んだ後の入浴は心臓に負担がかかるので危険です。もし飲むなら温泉を出た後にしましょう。その方がもっと美味しく感じますよ。10個目は体を拭いてから脱衣所へです。温泉から出るときはしっかり体を拭いてから脱衣所に行きましょう。びしょびしょのままだと床が濡れて他の人が滑ってしまうこともあります。タオルでしっかりと拭いてから出るようにしましょう。もしタオルが濡れているときは絞ってから使いましょう。絞るとはタオルをぎゅっと押してタオルの中の水を取り出すことです。またはタオルを2枚持っていき、
1枚は荷物置き場に置いておくのもいいですね。もしくはタオルが濡れないように気をつけて持つのもいいですね。11個目はタトゥーは要確認です。タトゥーがある人は注意が必要です。日本の温泉ではタトゥー NG のところが多いです。でも中には OK の温泉もあります。タトゥーがある場合は事前に確認してから行くようにしましょう。そして最後に温泉に入った後の楽しみといえばお風呂上がりの一杯です。冷たい牛乳やビールは最高です。温泉の後にはぜひ牛乳やビールを飲んでみてください。温まった体に冷たい牛乳やビール最高ですよ。11個のルールおさらいするとこんな感じです。1、服を着たまま入らない。2、入浴前に水を飲む。3、走らない。4、体を洗ってから入る。5、髪が長い人はまとめる。6、タオルを湯船に入れない。7、泳がない、大声で騒がない。8、長湯しすぎない。9、お酒を飲んだ後は入らない。10、体を拭いてから脱衣所へ。11、タトゥーは要確認。以上、温泉に入る時のルール11個です。でもちょっと待って、11個もルール覚えるの大変と思ったそこのあなた、大丈夫ですよ。たくさんルールがありますが、覚えきれなくても大丈夫です。そんな時は温泉に慣れているお風呂マスターの真似をしてみましょう。温泉の達人のような人を見つけて、その動きを参考にするといいですよ。周りの人の動きを観察して、さりげなく真似してみてくださいね。さあ、これで温泉のマナーはバッチリです。あとは思いっきり楽しむだけです。ルールを守って、皆さんも日本の温泉で素敵な思い出を作ってくださいね。それでは今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。次回は別府温泉のローカルルールについてお話しします。どんなルールがあるのか楽しみにしていてくださいね。次回の動画でもお会いできることを楽しみにしております。